こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は領収書はがき書類など苦手な紙類整理をする月末ルーティンを紹介していきます。気がついたら溜まる紙類、皆さんはどうしてますか？私はここ1年くらいは月末にまとめて処理する方法で今のところね、落ち着いています。もともとなくし物が多いタイプで、なるべく身の回りのものを、増やさないように減らすことで、なくし物がないように工夫して今までね、生きてきました。それでも最後まで苦戦したのがこの紙類ですね。大枠の方針としては、紙類を一箇所にまとめて、整理するタイミングで大半を処分して、必要に応じてスキャンデータを保管するという方法です。紙類の種類とか量とか適切な保存方法とかっていうのはライフスタイルによってね、人それぞれ大きく異なると思います。私は個人事業主なので領収書、請求書、税金周りの書類が多め、同居人は夫だけなので家族関係の書類は少なめです。同じ状況のね、人っていうのは少ないかもしれないんですけど、紙類の扱いに悩んでいる方に何か参考になれば幸いです。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。まずは日常の紙類の保管について。このプラスチックの箱に領収書、請求書、光熱費の請求明細書、あと役所からの手紙、はがきなどなどを全部放り込んで保管しています。放り込む前に何か対応しないといけない場合っていうのは、期限だけ確認して、月末だと間に合わない場合はリビングに置いてある紙置き場に置いて、都度ね対応をしています。また出先で受け取った資料とか領収書はバッグの中に入れているレシートホルダーに保管しているので、気がついた時とか月末のこのタイミングで箱の中にまとめてね入れちゃいます。ちなみに保険とか役所の資料すぐ使うかもなチケット類などはこちらの英語スリム3ポケットファイルっていうものも併用して使っています。ではここからが毎月末にやっている作業です。箱に入っている紙類を一度ね分類していきます。領収書、請求書、納品書、名刺、はがき、書類の控え、説明の資料などなどを仕分けていきます。ここに入れた書類は確認して破棄、スキャンして破棄、スキャンして原本も保存のどれかの対応です。冒頭でもね話したようにもともと整理整頓得意じゃないので紙が多いと管理しきれないのでなるべくね破棄したくて、でも抜け漏れも多いから後から確認が必要なことも多いっていう、負のスパイラルに陥るので、捨てる前に必ずスキャンをすることで、あれこれどうだったっけなみたいなね悩みが解決しました。スキャンに関しては次のステップで詳しく説明するとして、紙を一箇所にまとめておいて、そして月に一回仕分けるっていうのが本当にねおすすめのリズムなんですよね。これはこの方法を始めた後に気がついたんですけども、今まではねポストに手紙が入っていたり役所で資料をもらった時になくさないようにしなきゃとか、また時間のある時にちゃんと忘れずに確認しなきゃっていう感じで頭の片隅に置いとかないといけないので、なんとなくね頭が重い、そして常にあれやり忘れてることないかなっていう不安がつきまとっちゃって、気持ちもねなんとなく重いみたいな感じなので、苦手なことはルール化するに限るなと思いました。後で確認が必要なもの、保管が必要なものをその他すぐに捨てると判断できないものはもうとりあえずここに入れる、月末に確認すれば OK、それだけでもね日常で頭も気持ちも軽くなりました。そして次に仕分けた紙類をスキャンしていきます。スキャナーはリコーのスキャンスナップ IX100 というものです。めっちゃコンパクトで充電式なので、使わないときは紙の保管ボックスと一緒にね、棚の中に収納しておけるし、使うときも場所を選ばずに使えるので、本当に重宝しています。専用のアプリがあるので、事前にどの書類をどこに保存しておくかっていうのを設定しておけます。領収書とかはね、フリーに登録するみたいな連携もできます。いちいちね手動で仕分ける必要がないので、整理整頓がね苦手な方に本当にねもってこいのアイテムです。あとファイル名とかも設定できて、私は資料内にある日付とあと取引先を自動で読み取ってファイル名にする設定にしています。領収書、名刺、書類の控えなどなどはここでねスキャンしたらもうそのまま破棄っていう感じですね。これだけでもねかなりの紙類を処分できてすっきりします。
で、冊子などでこうスキャンできないものっていうのは切り取れるようではこう1枚ずつに切り取ってスキャンしちゃうし、切り取れない場合はスマホで写真を撮って原本は捨てちゃいます。判断に悩むものはスキャンはして Jabra ファイルに放り込んで保管をしておきます。使っているのは積水のフィンダッシュドキュメントスタンド。13ポケットもね、あります。ちょっと当店では取り扱えないので、ぜひネットで探してみてください。で、分類にね、慣れないうちは月単位がおすすめで、慣れてきたら医療周り、保険周りなどと分類できると探しやすくて便利です。で、領収書以外だと、例えば請求書であれば入金をして入金済みのスタンプを押してからスキャンします。ネットバンキングをね、私は使っているので、ネットで送金できます。なので、机の前からね、一歩も動かずに送金、入金済みスタンプの押印、あとスキャン、破棄までできます。解約が必要なものとか、返送が必要なものもこのタイミングで対応していきます。毎日ね、バラバラにやるとかなりめんどくさいんですが、月末にね、もう1日だけもうポストに行く問い合わせの電話をするっていうのをまとめてしちゃえば、この日1日だけだしって自分に聞かせて、なんとかね、ギリギリサボらずに頑張れています。で、最後にこちらの記録ノートっていうのを更新して終わります。記録ノートに関しては別のね、動画で出しているので、詳しくはね、そちらをぜひご覧ください。で、ここではね、ちょっとざっくり紹介します。税金や保険料はカード払いだったっけなとか、銀行振込だったっけなとか、あとどこの期間通じて支払ったのかっていうのを、支払い時期が来るたびに、ってね、悩んだりとか、この支払いは何に基づいて金額決まってるんだっけなとかっていうのを、なんかよく調べてる気がするので、もう一回こう調べる手間を省くためにまとめてに残すことで効率化をねしています。他にもこの資料はこういう処理をするっていうねルールを作った時とかにマニュアルとして記録をしています。記録ノートとかって更新をねサボったりしちゃうと全く意味がないけどサボりやすいので、月末にこの1回でちゃんと更新をするっていうタイミングを設けて、内容に更新があれば書き加えたりをしています。というわけで、苦手なね、紙の書類を何とかする月1のルーティンを紹介しました。最後にね、ちょっと告知です。当店は今年で4周年を迎えました。いつも応援ご利用いただき本当にありがとうございます。で、今年も感謝の気持ちを込めて、オリジナルステッカー配布とか、福袋などなど、イベントをね、準備しています。5月1日からイベントが順次スタートしていきますので、概要欄にね、4周年特設ページのリンクを置いておくので、ぜひチェックしてお待ちください。最後までご覧いただきありがとうございます。もしね、おすすめの紙類整理の方法あれば、ぜひコメントで教えてください。またねー。